皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。少し前に植え替えしたブロウメアナです。皆さんのお家ではよく育っていますか？我が家では夏の暑い中でもこんなにもりもりと成長してくれていました。と言ってもこれではあまりにももりもりしすぎているため、一緒に植わっていた多肉たちが見えなくなるほどなので、少し茂っている場所をカットして、他の寄せ植え多肉ちゃんもちゃんと顔を覗かせれるように仕立て直ししていきます。このブロウメアナ、本当によく育っていて、あまりにも茂りすぎていて、絡み合ってどこをカットすればいいのか迷うぐらいです。ブロウメアナはこんな風に枝分かれしてどんどん増えてくれます。そしてたまにこの穂先がポロッと落ちて、またそこで成長して、いつの間にか元植わっていた多肉よりも旺盛に育っていたなんてことがよくあるんです。そしてこのブロウメアナ、実は部屋の中で育てていても結構元気に育ってくれるんです。このブロウメアナは一年中家の中で育てていたものです。隣の細葉黄金万年草は枯れてしまっていますが、ブロウメアナは徒長はしているものの元気でした。カットしてもカットしても一向に減らないブロウメアナです。ようやくモケモケ多肉のアンゴラちゃんが顔を出してきました。今度は舞乙女と星の王子を救出です。星系多肉ちゃんを増やしたくて、この鉢に一緒に寄せ植えしましたが、ご覧の通り、ほぼブロウメアナで占領されてしまっています。これだけカットしてもまだまだカットし足りない感じなので、もう少しカットしてっていうよりがっつりカットしないと全然減っていきませんね。絡み合っている枝をほどきながら、ちょうどいいカット場所を探していきます。以前はこのブロウメアナは
セダムだと思っていたんですが、実はクラッスラだったんですよね。同じくリトルミッシーもセダムだと思っていましたが、このブロウメアナ同様にリトルミッシーもクラッスラだと知った時には本当にびっくりしました。一旦カットはこれで完了です。この後の成長具合でまたブローメアナをどうするか考えていきたいと思います。ブロウメアナは増やさなくても勝手に増えてくれるんですが、カットしたブロウメアナももったいないので、また鉢に刺して呼び苗として育てることにしました。畑横の桜の木の下にまた植えに行ってもいいし、ちなみにこんなに小さなブロウメアナでも他の鉢に落ちてこんな風に勝手に育っているんですよね。この小人の祭りの鉢にも植えた覚えのないブロウメアナがいつの間にか育っていました。このブロウメアナはすべて抜いておきます。夏の暑さで枯れてしまった小人の祭りがちょっとかわいそうですね。少しずつ寒くなってきているので、このまま復活してくれると嬉しいんですけど、小人の祭りの鉢から抜いたブロウメアナも新しいポットに植え付けておきました。今回の動画では仕立て直しをしていますが、ベランダの多肉も植え替えしようと思い、鉢を購入したのはいいんですが、実はまだ全然植え替えできていないんです。一雨ごとに確実に冬が近づいてきているので、早くベランダの多肉たちも植え替えをしてあげたいんですが、畑仕事も忙しく、先日は芋掘りをしました。右が安納芋で、左が紅はるかです。大きなものから小さなものまで、大きさは様々。焼き芋や干し芋にして食べる予定です。こっちの赤い野菜はパプリカです。これを乾燥させて粉にして料理に使います。すでにポットいっぱいに植わっていますが、残っているブロウメアナがまだまだたくさんあるので、用意したこのポットにぎゅうぎゅうに詰めていきます。皆さんは多肉の仕立て直しや増やす作業を進めていますか？もしまだの方はブロウメアナをこんな風にカットして増やす作業もしてみてくださいね。先週仕立て直しをした虹の玉です。今のところまだ変化はないようですが、近所に野良猫ちゃんがいるので荒らされないか心配しているところです。はい、これでブロウメアナの植え付けは完了です。また2鉢ブロウメアナが増えちゃいましたけど、これはこれで保険株として育てていこうと思います。はい、ということで今日はこのモリモリになっていたブロウメアナをカットして、このアンゴラと寄せ植えした干し系多肉ちゃんたちを救出していく作業をしました。いかがでしたでしょうか？この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価と
チャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。